はい、こんにちは、スタローンです。随分とご無沙汰しております。最近はですね、ロケットストーブに興味を持ちまして、ひたすらね、ロケットストーブの実験、検証をやり続けていました。ある程度ね、実験結果もまとまってきましたので、そのうちね、動画にしてご報告したいと思います。で、その実験の途中でね、生まれたのがこちらでございます。4リッターのオイル缶を使ったロケットストーブです。作ってる途中にね、これ長靴の形に似てるなと思ってね、長靴ストーブっていうね名前を付けようと思ったんです。でね、サムネイルを作る時にね、長靴ストーブってね、誰もねそんな名前付けてないだろうなと思ってね、一応検索をかけたんですよ。そしたら長靴ストーブってあるんですね。びっくりしました。先ほど申し上げました通りね、ロケットストーブに興味を持ったもんですから、ロケットストーブばっかり検索してたんですよね。なのでウッドガスストーブとかね、そういったカテゴリーのものがね全然検索に引っかからなかったんですよ。そしたらね、Amazon のサイトでね、あなたにおすすめみたいなものが出てくるじゃないですか。その中にね、同じような形のようなものがあるんですよ。で、名前を見たらね、長靴ストーブってなってるんですよね。もうびっくりしました。めちゃくちゃ可愛いんですね、あれね。で、よく見たら YouTuber の福さんがプロデュースなさってるんですよね。私ね、もう全然知らなくて、がっくりきたんですけれどもね、それでもね、やっぱりこう長靴にしか見えないんですよ、私これね。なので、福さんのね、製品にちょっと申し訳ないんですけれども、オイルの4リッター缶で作る長靴ストーブというふうにね、決めたいと思います。とてもねコンパクトなストーブに仕上がってると思うんですけれども、特徴がね、いくつかあります。まず1番、材料費がタダ。こちらにもね、4リッター缶あるんですけれどもね、これ空き缶です。ガソリンスタンドでもらってきました。ガソリンスタンドもですね、こういった空き缶はね、もうただ廃棄するだけみたいなんですよね。空になった空き缶くださいって言ったらね、普通にくれました。ただです。そして2番目、構造がシンプル。もう見ていただければね、わかると思うんですけれども、普通のロケットストーブです。はい、こんな感じなんですね。構造がシンプルだということは作りやすいということです。これね、スチールです。結構薄いです。もうペラペラなんですよね。ロケットストーブですから高温になります。ほっとくとすぐ錆びちゃうんですよ。何回か使ったらねボロボロになります。でもね、材料費がタダでね簡単に作れますから、すぐにね新しいストーブをね用意することができるんですね。それが2番目の特徴。3番目、廃油の受け皿ですね。この部分、これをねしっかりと作りました。結構深いでしょ。風が吹いてもね飛んでいかないと思います。そしてね、この部分、空気の取り入れ口になっていますけれども、ここもねこう大きく開けたりしていません。若干薪を入れにくい構造にしています。なぜかというと、ロケットストーブって言ってもね、結構コンパクトなウッドガスストーブっぽいイメージで作ってるんですよ。なので薪はねわざわざこっちから入れなくてもね、こっちから取り込んでもらっていいんです。ただここでね、料理をしたい時には五徳を置くじゃないですか。そうすると薪を投入できないんですよね。なのでそういう時だけこちら側から薪を投入します。なので空気の取り入れ口が比較的小さなコンパクトなロケットストーブ、そういった位置づけなんですね。それからこのね煙突部分、これの大きさを調整できるようにしています。広めにして大きな薪をねたくさん放り込んだり、小さめにして小さな薪をね上から放り込んだり横から放り込んだりしてね、燃焼を楽しむことができる。そういうふうに燃料によって煙突の大きさを変えることができるストーブ、そういった特徴もあります。その次の特徴、これ作る時にゴミがほとんど出ないんです。この4リッターのオイル缶ね、ほとんどそのまま使っちゃいます。ゴミほとんど出ないです。作るのが簡単で構造がシンプルで使いやすくてゴミが出ない、結構いいと思いませんか？じゃあね、早速作ってみたいと思います。はい、用意したものはこちらです。4リッターのオイル缶、空き缶ですね。これが1つ、電動のドリル、ハンドグラインダー、このハンドグラインダーはね切断砥石を取り付けています。簡単にねこのオイル缶をね切ることができるんですけれども、もしこれがない場合、金切りバサミとか園芸用のね剪定バサミ、こういったものでも大丈夫です。そしてペンチ、物差し、ヤスリ、サンドペーパー、これだけです。このオイル缶なんですけれども、
高さが24センチあるんですね。この試作品では灰受けの部分、ここを6センチにしています。ちょうどね、この全体の高さの4分の1なんですね。燃焼実験もね、ちょっとやってみたいと思いますので、若干この煙突の部分を短くして灰受けの部分を多く取る。今回はこの高さの3分の1、これをですね灰受けにしてみたいと思います。なので8センチですね。そしてこの部分の寸法ですよね、これは端から6センチの位置にしています。底面の寸法が18センチあるんですね。それの3分の1にしています。ここの寸法はね同じでいいと思います。そして、ここの真ん中をカットするので、ここにも線を引いておきます。まずこの上の部分ね、ここを全部カットしてしまいます。はい、この天板の部分ですけれどもね、これはロストルとして使いますので、このまま置いておきます。次はこの部分、縦の部分をカットします。ここのコーナーの部分は平らに伸ばします。切ったばかりでね、バリがひどいのでヤスリをかけていきます。今回はですね、この灰受けになる部分ですね、ここを試作品よりも若干深めにしています。なので薪を入れるときにね、薪が入りやすいようにこの部分をね少し切り取りたいと思います。全然ゴミを出さない予定でしたけど、ゴミ出ちゃいましたね。まあ仕方ないですね。バリ取りが全部終わりました。こんな形になります。ここで毎度おなじみのクリップを4個用意します。この部分ね、内側に曲げるんですね。私はこれぐらいの位置がいいかなと思っています。端とこの切れ目の部分ですね、ここが重なるぐらいの位置、このぐらいの位置がちょうどバランス的にいいんじゃないかと思っています。なので、この部分ね、上側下側、それぞれね2箇所ずつをクリップで留めていきます。はい、外観はねこんな形で完成です。これからねロストルを作っていきます。はい、それではこれからですね、この天板の部分を使ってロストルを作っていきます。ロストルはですね、ひっくり返した状態、この状態で使います。なのでこちらからね穴を開けるのが簡単なんですけれども、そうすると使う時にこちら側にこう穴のね開けた時のバリが立ってしまいますから、ちょっと面倒くさくはあるんですけれども、ひっくり返した状態、この状態でこちらから穴を開けていきます。そしてこちら側がね煙突部分になります。こちらが薪の投入口になります。なぜかというと、ここにね取っ手があるじゃないですか。この高さを利用してね、こういう風に傾けるんですね。そして薪が投入しやすい角度にしたいので、奥側ですね、煙突の真下の部分だけロストルの穴を開けていって、薪の投入口の方には穴を開けません。なのでこの半分からこちら側だけね穴を開けていきたいと思います。ちょうどねここオイルの注ぎ口ね穴がありますけれども、これはそのまま使いたいと思います。4mm から 6mm ぐらいの穴ですね、それを複数開けていきたいと思います。
そうそう、言い忘れてましたけれども、ここにね少しだけこう折り曲がってる部分ありますよね。ここをですね全部内側に折り曲げます。なので、この端約1センチを残して、この部分だけね穴を開けていきたいと思います。こんな感じで完成です。はい、出来上がったこのストーブなんですけれども、折りたたむことなんかもちろんできません。最初から最後までこの形なんですね。そうすると皆さんどのようにお感じになりますかね。結構邪魔になって困るとかね、折りたたみ式の方が絶対便利だ、そんな風に思ってらっしゃるんじゃないかと思います。ですけれども、実際にですねこういったコンパクトな焚き火用のストーブ、ネイチャーストーブっていうのはフィールドに行った時にね、そこで小枝とか松ぼっくりとかそういったものを集めて、でそれを燃料にしてね火を起こして料理なんかを楽しんだりするものなんですけれども、実際皆さんキャンプ場とか行った時にそういった燃料を十分に確保できていますでしょうか。私の経験ではキャンプ場でねなかなかそういうものをうまく確保することができませんでした。だいたい湿気てるか、あまりにも腐って使い物にならない枝とかね、そういったものが多かったです。キャンプを楽しむ時には持っていくものっていうのがね私の場合決まってるんですよ。まず燃料ですね。私の場合はこういった薪を使ってるんですけれども、今回はこのストーブに合わせて短くカットしました。約15センチです。通常ホームセンターに売られている薪っていうのは30センチぐらいが多いですよね。それを半分にしています。半分にするとどうなるか、ここの燃焼室、ここにすっぽり入るサイズ、そして立てて入れた場合でもロストルに当たった位置でねきちんとまた煙突から出ないような長さなんですよね。なので15センチぐらいに切った薪、これが必ず必要。それから革手ですね、ちょっと厚めの手袋、こういったものも用意しておく方がいいでしょう。折りたたみ式のノコギリ、そしてバトニング用のナイフ、ライターはやっぱりねターボ式のものがいいと思います。そして着火剤としての段ボールなんていうのもあった方がいいですよね。こういったものをですね必要な分だけあらかじめこのストーブの中にねまとめて持っていけばいいんじゃないか、そんな風に考えています。幸いですねこの部分クリップを外すとこんな風に開くわけじゃないですか。なのでここにね必要なものを全部入れるわけです。薪をたっぷり入れました。そして手袋、ノコギリ、ナイフ、ライター、着火用の段ボールですね。これで焚き火に必要なもの、とりあえずはですね全て揃ったんじゃないかと思います。この意識を持ってねキャンプ場行ったとしますよね。そうすると現地に着いたら中身を全部出して、で煙突をねくるくるっと丸めてクリップで留める。そうするとすぐにね火を起こすことができるんですよね。そういうふうに考えると折りたたみ式ではないこの焚き火台のねメリットっていうのも見えてくるんじゃないかと思います。はい、ということで、今回はですねサンタさんの長靴、はい、ということで、今回はですねうるさいなはい、ということで、今回はサンタクロースの長靴ストーブの製作でした。次回はですねいよいよこれに火を入れてみたいと思います。どんな風に燃えるのかね、試作品の、もう一つのストーブも合わせてね同時に火を入れてみたいと思います。ちゃんとね燃えてくれるんじゃないかと思いますけれどもね、どんな燃え方をするのか、そして改善点はどういったところにあるのか、そういったこともねいろいろ検証しながら火を入れてみたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。うるさいな。